こんにちは、アクアポニックス大学です。今回はご家庭で使用できるサイズのアクアポニックスを DIY で作成していきたいと思います。こちらが完成のイメージとなっています。アクアポニックスとは、魚のいる水槽の水を利用して植物を育てる栽培方法のことで、ご家庭で行えば家庭菜園とアクアリウムを同時に楽しむことができます。早速ですが、今回使用する材料はこちらになります。一つずつ確認していきます。こちらが魚を飼育する水槽になります。今回は 45cm×30cm×30cm の水槽を準備しました。こちらのサイズは育てる魚の種類によって変更してください。次に植物を育てる栽培槽を載せるボードになります。今回は NF ボードというものを使用します。続いて植物を育てるコンテナになります。こちらを栽培槽と呼びます。今回は鈴木製作所のプラフネフラットを使用します。こちらが水槽台になります。こちらは水槽のサイズに合わせてお選びください。続いて配管のパイプになります。それぞれサイズが違いますのでご注意ください。こちらが VP13、こちらが VP20 になります。そしてこちらが VU の40となります。こちらが予備径13のエルボになります。これを2つ使用します。こちらが予備径20のバルブソケットになります。こちらもバルブソケットとセットで使うソケットになります。こちらは水漏れ防止用のパッキンです。今回は 24.7mm を2つ使用します。こちらが水を循環させるためのポンプになります。今回は A ハイムのコンパクトオン600を使用します。使用する地域によって電気の周波数が異なりますので、ご購入の際にはご注意ください。こちらがハイドロボールになります。水をろ過したり植物に水を供給する役割を持ちます。今回のシステムでは20リットルもあれば十分です。続いて使用する工具になります。こちらは電動ドライバーになります。今回はマキタの 18V を使用します。続いて NF ボードと栽培槽に穴を開けるためのホルソーになります。26mm と 44mm を使用します。次に 5mm のドリルになります。こちらは排水用の配管を作成するのに使用します。ハイドローボールよりも径が小さければ問題ありません。続いてパイプカッターになります。どちらか一つでも構いません。こちらがハサミのように切るタイプで、こちらがパイプを回しながら切るタイプになります。こちらがバルブソケットに貼り付けるシールテープになります。水漏れ防止として使用します。その他に定規やメジャーやペンを使用します。使用道具は以上です。早速作業に取り掛かります。はじめにハイドロボールを洗っていきます。ハイドロボールを洗う際にはこういった洗濯ネットですねがあると便利になりますので、ぜひ使ってみてください。まずは栽培槽にネットをかぶせていきます。続いてボールなどを利用してネットの中に移していきます。こぼれましたが気にせず入れていきたいと思います。洗濯ネットを利用すると栽培槽に必要な分だけのハイドロボールを取り出すことと、あと洗う際にも便利になりますので、皆さんも使用してみてください。入れ終わりましたらネットの口を閉めて、そのまま洗面台に持っていきます。ハイドロボールは最初かなり汚れてますので、念入りに洗いましょう。今回のアクアポニックスではこのハイドロボールを水が通って水槽に戻っていく形になりますので、洗わずに使用するとこの汚い水が水槽に戻ってしまうということになります。
何回か洗っていきますと、水がだいたいこのぐらいですねの透明度になるので、こうなったら完了で大丈夫です。続いて水槽台を組み立てていきます。この土台は同じものですので、どちらが上下でも大丈夫です。穴が開いている角に4本の支柱を差し込んでいきます。この支柱は少し内側に傾くようになっているため、支柱を少し外側に引っ張りながら入れると差し込みやすくなります。支柱が4本とも入りましたら、上から体重をかけて支柱を完全に差し込みます。完成した水槽台に水槽と栽培槽を置いていきます。この辺りにポンプを設置して水を吸い上げて、上の栽培槽に水を持っていきます。そして反対側のこの辺りですねに穴を開けて水槽に水を戻していくというシステムになります。穴を開けていく場所は3箇所になります。栽培槽に1箇所、ボードに2箇所になります。その際に水槽台に柱が通っていると思いますので、穴を開ける場所はこの柱と干渉しないように設計しましょう。それではこの辺りに穴を開けていきます。こちらの方から水が入ってきて、ここから排水されるという仕組みになります。この辺りに穴を開けるんですが、こういったリブという突起した部分ですねに干渉するように穴を開けてしまうと、水漏れの原因になったり割れやすくなってしまうので注意してください。26mm のホルソーを使って穴を開けていきます。この時にあまり勢いよく開けようとすると割れてしまうこともありますので、最初はゆっくりと開けるようにしてください。穴が開きました。開いた穴の周りにバリがついていますので、軽くバリを取っていきます。これで完了です。穴の開いた栽培槽をボードの上に戻します。ボードにも穴を開ける必要がありますので、栽培槽の穴の位置と重なるように印をつけていきます。こちら側が排水の穴になりますので、今度はポンプから水が上がってくる方の配管の穴も開けましょう。この時も水槽台の柱と干渉しないように印をつけてください。水槽台に乗せたまま穴を開けていくので、水槽を一旦避難します。それではこの印の位置に穴を開けていきたいと思います。給水のパイプがこの大きさになりますので、この大きさのパイプが通るくらいのホルソーで穴を開けていきます。ここは曲がらないように最初は慎重に穴を開けていきましょう。残念ながら片側からだけでは穴が開かなかったので、反対側からも穴を開けていきたいと思います。うまく穴が開きました。続いて排水側の穴も開けていきましょう。今回はこのバルブソケットが通るくらいの穴を開けていきますので、44mm のホルソーを使用して穴を開けていきます。こちらも最初はゆっくりと穴を開けていきましょう。
今度は片側から開けることができました。穴を開けた場所にバルブソケットを通していくんですが、その前にネジ山の方にシールテープを貼っていきます。これは水漏れ予防のためです。貼り終わりましたら、もう一度手でしっかりと押さえていきます。パッキンをつけて栽培槽に取り付けていきます。ネジを回すようにして入れていきます。内側にもパッキンをつけてソケットを取り付けていきます。こちらも回すようにして取り付けていきます。続いて栽培槽から水槽に水を戻す配管を切っていきます。この時に水槽の水面よりも低い位置に配管があると水が跳ねにくくなりますので、少し長めにパイプを切ります。測った長さのところでパイプを切っていきます。パイプが切れたらソケットに試しに差し込んでいきましょう。上の栽培槽を押さえながら差し込んでいきます。もう少し長くてもよかったですが、これで大丈夫です。続いて排水のソケットにハイドロボールが入っていかないようにするためのカバーのパイプを作っていきます。栽培槽の高さに合わせて切っていきます。今回は18センチです。今度はパイプを回して切っていくタイプのカッターになります。このままですと水が通りませんので、水だけが通るような大きさの穴を開けていきます。均等に穴を開けていきたいので、まずは上下左右に目印を打っていきます。その目印の直線上になるように1センチ、3センチ、5センチと2センチ間隔で目印をつけていきます。4方向すべてに同じように目印をつけていきます。もう少し穴が欲しいので、今度は先ほどの4つの目印の間に4つの目印を足していきます。ちょうど8等分になるような目印の付け方です。先ほどと同様に2センチ間隔で点を打っていくんですが、今度は2センチ、4センチ、6センチとしていくと穴が均等になって綺麗に仕上がります。あとはドリルを使って目印の位置に穴を開けていきます。全部の穴を開け終わりました。このような見た目になります。これを排水のソケットにかぶせるようにして完成です。続いてポンプを開封していきます。箱の中にはポンプの本体と備品が入ってますので、そちらを取り出します。
備品の中に本体の底に取り付けるキスゴムが入ってますので、そちらを3つ取り付けていきます。この穴の位置に取り付けていきます。キスゴムは少し回すようにすると取り付けやすいかと思います。そしてポンプと配管の継ぎ手となるパーツがついていますので、こちらを差し込みます。では実際に使う太さの配管を試しに通してみましょう。刺してみると少し緩い感じがするかもしれませんが、これで大丈夫です。それではポンプを取り付けていきましょう。先ほどつけたキスゴムを水槽の底に貼り付けて、ボードの穴を開けた場所に配管を通していきます。そしてポンプの吸い上げ口に配管を挿していきます。今回はこの辺りにエルボーを取り付けて、この字型に曲げて栽培槽に水を入れていきたいので、この辺りで切っていきます。エルボーを2つ使うことによってこの字を作ることができます。この2つのエルボーをつなぐためのちょうどいい長さのパイプを切ります。だいたいこのぐらいあれば大丈夫そうです。切ったパイプを間に入れてエルボーをつなげていきます。力いっぱい押し込むようにしていきます。ぴったりと入りました。この中の配管が短すぎると水漏れの原因になったりすることがあるので、心配な方は少し長めに切るようにしてください。エルボーを取り付けて水が跳ねないようにするために、ハイドロボールの中に隠れるぐらいの長さのパイプを差し込みます。これで配管が完成しました。次に洗ったハイドロボールを栽培槽に入れていきます。こぼれないように注意してください。それでは実際に水を入れてみて、水がちゃんと循環するかどうか試していきます。水を入れていく前にコンセントは外に出しておきましょう。バケツで水を入れていますが、蛇口が近い場合はホースとかを使っていただいても大丈夫です。水が入りましたので電源を入れていきます。ポンプから水が吸い上げられて上の栽培槽に入っていきます。栽培槽に水が溜まっていき、排水用のソケットの高さを水位が越すと下の水槽に水が戻っていきます。水漏れもなくうまく動いています。これでアクアポニックスの水の循環は完成していますので、水槽に魚を放していきたいと思います。魚を水槽に入れる前に必ず軽き抜きをするようにしてください。軽き抜きを入れる量は水の量によって変わりますので、必ず適量を測って入れるようにしてください。今回は7ミリほど必要なので、キャップ1杯と少し入れていきます。また魚を入れる際には必ず水合わせをするようにしましょう。
水温や水質が違う水に魚をいきなり入れると魚がびっくりしてしまいますので、まずは袋のまま水面に浮かべます。1時間ほどして水温が同じぐらいになったら袋の口を開けて離します。この時に魚が自分から出ていくのを待ちましょう。続いて植物を植えていきます。今回はちょうどいいところにバナナの苗があったので、こちらを植えていきます。ハイドロボールを掘って根っこが水につくように植えていきます。まだスペースに余裕があるので、パクチーとバジルも植えてみます。植物を育てるためには光が必要になるので、室内で育てる場合は LED ライトなどを利用します。今回は日光が当たるベランダに設置してベランダで育てていこうと思います。まずは栽培槽と水槽台を移動します。続いて水槽を運び出して配管をつなぎ直します。水槽に日光が当たると藻が生える原因になりますので、水槽には日光が当たらない方が望ましいです。これで家庭菜園とアクアリウムを両立したアクアポニクスの完成になります。今後もアクアポニクスに関する情報をアップロードしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。